もしもし。はいはい。ごめんね、遅くなって。実はね、ちょっとね、私スーパーにまた来てるんだけどね。そう、パートさんがね、今日、突然ね、お休みになったからね、私に入ってくれ言われて。いや、お父さん言うたやないの。お父さん何を言うてんのよ。ほら、京阪の門真駅にある、ね、スーパー、UFJ の後ろにある、ほら、スーパーの栄。そこでね、私、お疲れ様です。いつもね、お世話になってるココちゃん先輩。ココちゃん先輩でね、ご飯だから、お父さんのこと無視したわけだ。すいません、もうごめんなさいね、おきな。違うの、お父さんのこと無視したわけじゃないの。もしもし、そう。だからね、さっきも言うたでしょ。そう、パートさんがね、急遽お休みになったからね、私に入ってくれって言われ。いや、分かってますよ、お父さん。そう。そうですよ、分かってます。そういう約束やったね。でもね、仕方ないでしょう。今日ね、だってお休みに入りはったからね。そう。いや、お父さんそれ分かってるんですよ。分かってるんですけれどもね、もうね、それはね、お仕事だから。ちょっと、お父さん、もう、そうです。スーパーです。言いましたやん、何回も。ちょっとお父さんもういい加減にしてください。何なんですか、お父さん。自分の時は好き勝手なことやって、私はね、一生懸命頑張ってきたんですよ。もうええわ、アホ。ここちゃん先輩、私、主人と同棲していいのかがもうわからないんだよ。結婚してはったんですね。ダメなんですか？いや、大丈夫なんですけど。よかった。でもお客さんには絶対バレないように。分かってます。はい、やっぱり私たち夢を売るのが仕事なんで。そうですよね。私夢。主人がね、引退してから私は朝昼晩毎日ご飯をずっと作り続けなければいけないんです。もちろんね、お部屋の掃除も洗濯も全部私ですわ。一生懸命主人のために頑張ってやってきたんです。主人のためだけじゃないんです。犬猫猿いっぱい飼ってます。鳥さんも飼ってます。全部の餌をやってるんです。それは全部私なんです。主人は何にもやってくれません。でもね、やいのばっかり言うんです。私はね、どうしたらいいのかわからない、そんな怒りをずっと持ってたんですけれども、このままではいけないと思ってね、私はちゃんと主人と接することを勉強しなければいけないと思いました。それでね、私はこのね、メイドカフェにやってきたという次第なんです。それでここに。そうだったんですね。どうやって主人と接したらいいんでしょうか。そうですね。私は結婚したことないんで、ちょっと分かんないんですけど、でも多分この仕事と通ずるものはあると思うんですよ。この仕事ってやっぱりお客さんが一番じゃないですか。そうですね。お客さんの気持ち、何をしてあげたら喜ぶとか、でそれをね、いかに早くキャッチして出してあげる。キャッチ&リリースというやつですね。そうですね。それをやってあげることで相手が喜ぶ。そしたら私も嬉しい。そういうことですか。じゃあ主人にも同じように接してあげたら主人も喜ぶ。そうですね。だから旦那さんが何をね、したら喜ぶとかっていうのを分かった上でこうやってあげる。そうか。主人に対する思いやりの気持ちを持たなければいけないということですね。そうですね。やっぱり何でも相手を思いやって行動して言葉にする。さすがココちゃん先輩です。もう本当に目から鱗です。ありがとうございます。私ちょっと主人に優しくなるように頑張ってみます。頑張ってください。ありがとうございます。私本当に。うるさいね、今ココちゃん先輩と喋ってるね。うるさい。
みて。うん、おいしいご飯作ってあげるからね。いただきます。